は新穂高ロープウェイに乗って西穂丸山に登り、上高地に降りてくるハイキングです。新穂高ロープウェイに到着。高山からの行き方は後半に解説しています。窓口へチケットを引き換えます。第1ロープウェイが到着。大阪車両工業製だそうです。高低差188メートルを駆け上がります。4分ほどで鍋平高原駅に到着。徒歩1分で白川平駅に到着。第2ロープウェイ登場。日本で唯一の2階建てロープウェイ。車両はオーストリアのカルバテック社製で、カメラには映ってないですが、ガラスには熱線が埋め込まれています。7分ほどで西穂高口駅に到着。足場が出てきます。扉が開きます。駅の上の展望台。今日は絶景です。晴れの時の想像図。気を取り直して西穂山荘へ向かいます。マップを見て進みます。西穂山荘への登山道に入りました。まずは木道。こんな道もあります。岩もあるので、ある程度登山装備は必要です。目印を頼りに進みます。目印が多いので迷うことはないです。かなり岩の厳しい道。筋肉痛確定の石段を登ります。雪の時でも見えるように高いところにオレンジの目印があります。整った石段。小屋が見えてきました。西穂山荘が見えてきました。西穂山荘に到着。ここまで1時間ぐらいです。記念に撮りました。自販機はどれもそれなりの値段がします。山の上なので仕方ないです。ちなみに水は 500ml100 円で購入可能。沢の水で飲めるらしいです。AM10 時半ですがお腹が空いてたのでおにぎり。西穂丸山に向かいます。ちょっと登るといい景色です。救助ヘリでしょうか。この日は8月16日でした。稜線を歩きます。何箇所か石が積まれているのを見ました。アメージングです。どんどん進みます。山荘から20分ほどで西穂丸山に到着。この先は西穂独標。行かずに折り返します。西穂山荘に戻ってきたので昼ご飯を食べます。カレーライス1000円。西穂ラーメンが有名ですが、昨日高山ラーメンを食べたのでパスです。レトルトかは不明でしたが美味しかったです。昼食後、上高地へ下ります。標識に従っていきます。上高地へはかなり急な下り。焼岳と上高地の分岐です。上高地方面へ行きます。標識を見ると安心します。宝水。下ったところに飲める水場があるらしいですが、なんとなく飲みませんでした。まあまあ怖い回廊。焼岳が見えるスポット。あずさ川が見えてきました。2時間半ぐらいで西穂登山口に到着。穂高橋からの風景。田代橋からの風景。かっぱ橋まで 1.3 キロほど歩きます。水がきれいすぎます。穂高連峰の案内図。
葉っぱ橋に到着。奥の山はお高連峰です。上高地ではないですが、津田池サイダー。残念ながらちょいぬるかったです。葉っぱ橋の上からあずさ川とお高連峰。かっぱ橋の麓から本当に水がきれいです。上高地バスセンターには無料の飲み水があります。バスで八重温泉経由で高山に戻ります。高山に到着。ここからは高山駅から新穂高ロープウェイへの道のりを紹介します。今回、新穂高上高地トレッキング切符を利用しました。平湯温泉から新穂高ロープウェイへのバス、第1、第2ロープウェイ券、上高地平湯温泉のバスがセットになった切符です。高山平湯温泉は別途購入。高山駅すぐ横の納費バスセンターから6時発平湯温泉行きのバスに乗ります。平湯温泉で新穂高ロープウェイ行きのバスに乗り換えます。途中、乗鞍高原行きのバスに乗り換える大野木平バス停を経由し、1時間ほどで平湯温泉に到着。新穂高ロープウェイ行きのバスに乗り換えます。平湯温泉は温泉地としても有名で、帰りに立ち寄りました。温泉平湯の森、入浴700円、ロッカー100円。足湯は無料です。畳の道を進みます。硫黄香る温泉でした。さらにバスで山道を進みます。30分ほどで新穂高ロープウェイに到着。いかがだったでしょうか。今回は上高地へのハイキングをお届けしました。また、高山旅行の動画も続けてアップロードする予定なので、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。